本日はアドリブの取り方について学習していきましょう。題材として酒とバラの日々というジャズスタンダードの楽曲を用いていきます。こちらの楽曲はキーは F メジャーとなっています。 F メジャーというのは F から始まるドレミファソラシドを考えた時、B の音がフラットしています。つまり調合は C のフラットがつくキーとなっています。最初のコード F メジャーセブンス、こちらは1度のコードですので、1度といえばアイオニアンスケールが使えます。アイオニアンスケールというのは F メジャースケールと同様です。ここアボイドノートがあります。 B フラットです。アイオニアンでいうとヨドの音になります。そのアボイドノートを除いたファソラドレミ、この音であればこのコード上でどれを弾いても基本的にうまく機能します。B フラットの音ももちろん使えるんですが、使う際はアボイドノートなので経過的に用いたり、このようにいずれも経過的にですね用いる、工夫が必要になってきます。最初はアボイドノートを避けた形で練習してみてください。そして次 E フラットセブンス、 E フラットセブンスドミナントセブンスのコードになりますので、こちらはまずミクソリディアンを考えてみましょう。 E フラットから始まるミクソリディアンはこの通りです。ちなみにモードに関する、動画についてはまた別途出しておりますので、こちらわからないという方はご確認ください。スケールを判断する際は同時に考えるべきことがもう一つあります。それはこの楽曲のメロディーです。このように E フラットセブンスの上にラのナチュラルの音が入っています。先ほどのミクソリディアンの音階ではラのナチュラルの音は含まれていません。そのためラのフラットの音を改めてラのナチュラルとして音階を考えます。このようにして作られた音階がこの E フラットセブンス上にぴったりはまる音階になります。この音階の中の音であればどれでも自由に使えるということです。このモードの名前はちなみにリディアンセブンスまたはリディアンドミナントというふうに呼びます。このスケールは通常のモードには出てきませんでした。今までに出てきたのはこのリディアンスケールです。ヨドから始まるスケールです。リディアンドミナントは実はメロディックマイナースケールというスケールから派生したモードです。こちらが B フラットメロディックマイナースケールです。おさらいになりますが、こちらエオリアンモード、別名ナチュラルマイナースケールと言いました。6度から始まるマイナースケールです。ですがこちらのナチュラルマイナースケール、7の音と8の音が全音の関係でスケールとしてはあまり滑らかではないです。その滑らかな進行にするためにまず7度の音を半音上げてみます。こうして出来上がるスケールが和声的単音階、英語ではハーモニックマイナースケールと言います。この F、G シャープ、A の音の流れが歌いづらい音程となっています。これをより滑らかなスケールにするために6度の音も半音上げます。そうするとこのような滑らかなスケールができます。これを旋律的単音階と言います。英語ではメロディックマイナースケールと言います。マイナースケールはこの3種類、
必ず押さえてほしいものになります。今回の E フラットリディアンセブンススケール、これは B フラットメロディックマイナースケールのヨドから派生する音階です。つまり E フラットリディアンドミナントには B フラットメロディックマイナースケールが使えるということです。試しに B フラットメロディックマイナースケール上にできるコードである B フラットマイナーメジャーセブンスのコードを E フラットセブンスの代わりに置いてみます。そうするとこのように滑らかにリハーモナイズすることができます。可能な限りキーの移り変わりをコードの単位で判断するのではなく、スケール単位で把握できるようになっていると、アドリブをするときに弾くべき音が見えやすくなってくると思います。次は Am セブンス、D セブンス、G マイナーセブンスと続きます。多くの場合はスタンダードの本であれば Am7 フラット 5、D7 フラット9ス、G マイナーセブンスという風に続くと思います。マイナーのキーに行くときなんですが、その251では2のコードは、2度マイナーマイナス5というコードになります。これ理由は G マイナースケールを考えてみましょう。すでにここに2度マイナーのマイナス5に当たる音が入っているんです。なので最も自然な結びつきとしては2度マイナーのフラット5、そして5度のフラットナインスの和音、2度マイナーの、フラット5、そして G マイナー7となります。次、D7 スのこの3度の音なんですけれども、それは和声的単音階を思い出してください。この F の音です。メジャースケールでは同音と主音の関係が半音なんですが、それをマイナースケールでも表そうとすると7の音が半音上がった形になります。この和声的単音階に沿って和を弾くと、このような進行が最も適切になります。そして本題に戻ると、じゃあアドリブでは何が使えるのかというと、まさにこのハーモニックマイナースケールがしっくり当てはまるということになります。他にも様々な動画出していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。本日はご視聴ありがとうございました。